この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますので、お待ちくださいね。それではご覧ください。プロ絵師が自分の写真をクリーチャーに書き換えてみたはい。ということで今回はですね、出来心です。いや、ですね、ちょっと前に出した動画で、クリーチャーの絵を気持ち悪く描くっていう企画をやったことがあったんですよ。この動画ですね、デュエルマスターズカードゲームで描かせていただいたゼリーワームを20年越しに描いたらどうなるかっていう動画だったんですが、自分的にはね、結構気持ち悪く描けたんじゃないかっていう風に思ってたんですが、コメントでですね、気持ち悪いっていうか、なんか可愛い、斉藤さんもう気持ち悪い絵描けなくなったんじゃないの？なんていう指摘をいただいたんですね。描けますよ。いや、こちとらプロですから、気持ち悪いのだろうがなんだろうが、描けるんですよ。いやね、あまりに気持ち悪いの書いちゃうと、もうみんな引いちゃうかなっていう風に思ってですね、みんなのこと気遣ってもバランスを取っただけなんです、僕は。いや、もうね、そんなこと言うなら、もうわかりました。僕にもね、意地があるんで、今日はですね、この写真を加工して、もう全然可愛くない、まがまがしいクリーチャーのイラストを描いていこうと思います。いや、マジで、可愛くない絵も全然描けますからね、僕。さあ、それでは、早速やっていきましょう。でも本当に描けるからね。はい。ということで始めていきます。最初はですね、とりあえず顔色を悪くしてみました。やっぱりですね、まがまがしいクリーチャーにしていかないといけませんから、お肌の血色が良いと、ちょっとね、まがまがしさが出ないかなっていうふうに思ったので、それと YouTube 的にね、赤をいっぱい使って気持ち悪くしちゃうと、多分ね、ちらと判断されて、バンされちゃったりすると悪いのでね、赤の代わりに紫を使用して、まがまがしさを表現していきたいと思います。肌色と口の色を紫がかった色にしたら、肌の皮がペロッとめくれて中身が見えているような演出を施していきましょう。むけている部分には筋肉の筋とかね、入れていくと肌の部分との質感の違いが生まれて、いい感じにまがまがしくなると思います。ただね、これだけだとちょっと迫力に欠けるので、牙とかを生やしてみちゃいましょうか。皮がむけているところの面積を広げて、口が裂けちゃっているような感じでですね、そう、こんな感じで、その部分に歯を追加していきます。いい感じにまがまがしくなってきたんじゃないでしょうか。口の中もね、ベロとか強調して書き込みを増やしていっちゃいましょう。いいよ。楽しくなってきたよ。あとはね、目ですね。目が普通だとまがまがしさが足りないですからね。モンスターっぽい絵にして、ヤバさを追加していこうと思います。そう。こんな感じ。やっぱりね、赤い目にすると凶暴性がアップしますよね。でもこれだけでめっちゃ怖い。で、さらに凶暴性を上げていくために、肌のシワですね。これをガンガン追加していきます。いやー、これね、シワを追加していく作業ってめっちゃ楽しいんですよ。シワを1本増やしていくことに表情がね、どんどん変化していくので、ついつい夢中になってね、シワ増やしていっちゃうんですよね。シワに沿って皮がむけている部分などを追加しつつ、こんな感じ。そう。はい、こんな感じで表情をつけていきます。それと言い忘れておりました。今回使用しているこの写真は、僕のピクシブファンボックスから無料でダウンロードしていただけます。ダウンロードした写真をもとに、皆さんもクリーチャー化、チャレンジしてみませんか？クリーチャー化した作品は、Twitter に投稿していただいても大丈夫。ハッシュタグ、斉藤直樹クリーチャー化チャレンジをつけて投稿してみてくださいね。みんなで気持ち悪いクリーチャー描いて楽しんじゃいましょう。さて、続きやっていきますね。なかなか良くなってきたんですが、ただね、まだちょっと普通なんですよね。やっぱりですね、顔の中身を変えていくだけだと、ちょっとインパクトが弱い感じがしますね。これはね、シルエットを変えていかなくちゃいけません。ということで、こんな感じで、口元にもう一つ口をつけるような感じで、牙を生やしていこうと思います。イメージとしては、あれです。プレデターの口ってこう、キシャーってね、敵を捕獲するような感じで、大
大きく外側に開くじゃないですか。パカーって。あれがね、結構まがまがしいと思うので、この絵に取り入れていこうと思います。そう。こんな感じ。うわ、気持ち悪い。さあ、どうでしょう。なかなかまがまがしさがアップしてきたんじゃないでしょうか。あと、シルエットを変えられる要素どこかないかなっていう風に探してみると、ありました。耳ですね。耳をでっかくしてですね、コウモリっぽい耳にしていっちゃいましょう。こんな風に耳をね、大きく拡大して、で、耳の中身のシワを、顔のシワを増やしていった時みたいにたくさん描いていく感じです。モンスターとかクリーチャーを描くときはですね、この肌に走る筋やシワ、たくさん描いてあげると、もうそれだけでね、クリーチャーっぽくなるのでおすすめです。これを追加しただけでも一気にそれっぽくなっちゃいますでしょ。ほら。ただのでかいだけの耳が、筋を追加していっただけで、気持ち悪いクリーチャーの耳に変わってきましたよね。はい。片方の耳を大きくしたので、顔の向こう側の反対側の耳も大きくしていきましょう。片方がね、大きくなった分、こっちも見えるはずですからね。よし。盛り上がってまいりましたよ。でもまだいけそうですよね。そうだ。僕結構コメントでこう言われることが多いんですよ。斉藤直樹は帽子が本体とかってね、そんな風に言われることがあるんですが、実際帽子を取ると誰だかわかんないってよく言われますからね。そういう意味で帽子が本体はあながち間違いじゃないと思います。なので帽子も別の生き物みたいにしちゃいましょうか。はい。本当に本体なんですね。帽子の上の部分にもガバッと大きな口を開けて、そこから牙を生やしてみちゃいましょう。あれですね。マーブルコミックのダークヒーロー、ベノムみたいなイメージです。普通の帽子と思って被ってみたら、あれメキキシャーンみたいな感じでね、一気に体に寄生されて体ごと乗っ取られちゃうみたいな、そういうイメージです。寄生ってワード、もうそれだけでね、まがまがしいですよね。怖い。寄生されていることを表現するために、帽子からメキって伸びる血管みたいなものを頭に追加していきます。この血管を通じてどんどん体に侵入されていってますよ。ほら。目ん玉の中にまで侵入されちゃいました。痛そう。はい。もう完全に人間じゃないですね、この人は。いやーなんかですね、これ絵を描く人だったら分かってもらえると思うんですが、こういうね、表情がある絵を描くときって、なんていうか自分でも知らないうちに絵の表情と同じ表情をしてしまっていることってありますよね。このイラストを描いた後、やたら顔が疲れたなって思ったんですが、それもそのはず。こんな感じでね、顔真似をしながら絵を描いちゃってたんですね。なんかでもこれをやるのとやらないのとでは絵のね表情の豊かさが変わってくるような感じがするので、クリーチャーを描く時だけじゃなく普通の絵でもねちょっと表情が硬くなっちゃうんだよなーなんていう人は自分で表情を作りながら試しながら絵を描いてみるといいかもしれませんね。でね、ちょっとここで迷ったんですよね。いや確かにねこの絵まがまがしい感じでここまで仕上げてこられたので、もうねここで完成でもいいかなっていう風に一瞬思ったんですが、なんかですね、僕の感覚が変になってるのか、それともね、疑り深くなってるのか、ちょっとね、それはわかんないんですけど、これでもね、コメントで可愛いって言ってくるような天の弱なリスナーがいるんじゃないかって、ちょっとね、思っちゃったんですよね。まだまがまがしさが足りないんじゃないかって、ちょっと考えすぎですかね。まあでもね、いけるところまで行ってみようっていうことで、もうちょっとまがまがしさをアップしていくにはどうすればいいのか考えてみました。で、思いつきました。いや、多分ね、この絵、素直にちょっと邪悪すぎるんですよね。いや、まがまがしさって、邪悪だけじゃない。もう一見何考えてるかわかんないような、どう思ったらいいのかわかんないような感じを、人はまがまがしいと思うのではないかと思ったので、こうしちゃったらどうかな、思い切ってやってみましょう。はい。ということでね、険しい表情からは打って変わって、僕の笑顔の写真ですが、これを使います。このね、今描いた邪悪な僕の絵を、スー、真ん中から、はい、パカッと割ってですね、で、この中に挿入生まれましたみたいな感じにしたら、めちゃめちゃ、これまがまがしくないですか？ほら。もう何考えてるのかわからなすぎて怖いですよね。いやもう、
自分でもなんでこんなことしているのかわからなすぎて怖くなってきてしまいました。怖い。はい、パカーッと2つに割れたことを表現するために、左右の顔の断面同士、液体が糸を引いてネバーっとしているのを追加して、真ん中の笑顔の僕の表情も少し何を考えているのかわからない怪しい感じの笑顔にしていきましょう。はい、どうするのかというと、目元にこうやって影を落としつつ、ニコッとした目に意味ありげに光を入れてあげると、ほら、いいと思います。ほら。もうこれだけで、えも言われぬまがまがしさ、出てきたでしょう。お肌をテカテカにして、左右にパカッと割れたゾンビフェイスとの質感の違いを強調していきつつ、服にもタッチを加えていって、絵っぽく仕上げていきましょう。はい、ここから最後の仕上げです。顔が割れた部分の断面の質感やお肌の質感などを加えていって、密度感をアップしていきます。クリーチャーのイラストって、こういう質感の表現をたくさん入れられるのがすごく楽しいんですよ。ヌメヌメした質感、ガサガサした質感、ボコボコの質感やシュビッ鋭くて硬い質感など、いろいろな質感表現を1枚の絵にたくさん表現できるのがクリーチャーイラストの魅力だと思います。それと今回のイラストを見てわかると思うんですが、超行き当たりばったりでいろいろ試していけるのもいいですよね。部分的に超拡大してみたり縮小してみたりしてもいいですし、色を自由に変えていってもいいですし、さっきやったみたいに真ん中からパカーッと真っ二つにしても自由です。もちろんこんな風におでこに邪眼を一つ付け加えても全然 OK ですね。もう何やっても自由。それがクリーチャーイラスト。これはね、もう最高のストレス解消法だと思いませんか？ぜひ皆さんもモヤモヤしたことがあったら、気持ち悪いクリーチャーを描いてスカッと爽やか、ストレスの解消をしてみてはいかがでしょうか？ということで、プロ絵師が自分の写真をクリーチャーに書き換えてみた斉藤直樹クリーチャー化チャレンジ完成です。いかがでしょうか？最初はね、もうひたすら邪悪な存在を目指して怖くどんどん怖くしていったんですが、途中で急遽まがまがしさが足りないっていうことで、怖い顔をパカーン真ん中で真っ二つに割って中から笑顔が生まれてくるっていう、そういうわけわかんないまがまがしさを表現してみました。どうですか？僕もね、頑張ればまだまだ可愛げがないイラストだって描けることお分かりいただけましたよね。いやー、でもそれ以上にね、もうひたすら楽しかったです。気持ち悪いイラストってね、見てるよりも描いた方がめちゃめちゃ楽しいんですよ。皆さんもぜひぜひハッシュタグをつけて斉藤直樹クリーチャー化チャレンジやってみてくださいね。はい、楽しんでいただけたでしょうか？お絵描きってね、可愛いだけじゃなくかっこいい、気持ち悪い、怖い、いろいろな楽しみ方ができてとても楽しいですよね。今回の動画は気持ち悪さ、怖さをテーマに進めてきましたが、同じくこちらの動画、気まぐれ添削90ももっと怖くてかっこいいイラストにするにはどうすればいいのかについて添削しつつ解説を加えた動画です。恐怖を表現するにはここに着目して表現するとうまく描けちゃいます。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。Ladies and gentlemen, thank you for waiting long.Finally, the ebook English version of Fastest Way to Improve Illustration is available. This book is a skills I have gained over the 20 years. I have been a professional illustrator. I'm using the method described here within a short period of 3 months. I was able to change from the genre I have been drawing in and have been able to become a character illustrator. It's easy to understand how to do it point by point, and there are also QR code links for easy access to videos that can help you practice, so you can gain the knowledge essentially and improve your drawing quickly. Your friend might be surprised if your drawing suddenly improves. It also contains many of my actual practice sketches. Many people have tried this method in Japan and have achieved real results. There are also a number of interviews with some of these people, asking them specifically about the changes they had made and the difficulties they had faced. The methods in this book are definitely not easy. In fact, it may be a painful method that frustrates most people, but that's why it works well.
Wouldn't you be interested? The price is 2,200 yen. That's roughly 16 US dollars. You can buy it here on the booth's website. Press the top right button to select English. Of course, you can also be purchased from abroad, not only Japan. You need to register a Pixiv ID to make a purchase. But don't worry, Pixiv ID is free to register. Payment can be made by PayPal or credit card. The PDF can be downloaded immediately after your purchase. If you are interested in this book, you put the link in the description below the videos so you can check it out. If you want to use the skills of you are to achieve your dream, this book will surely help you. Let me help you to your dreams come true. ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。